換気扇に貼るさ、こういうホコリ取りフィルターとかあるんだね。知らなかった。カップル YouTube 見て知ったまさかのカップル YouTuber から有益な情報を得るという。最近プリズンブレイクを見始めたんだけどさ、まだ2話ぐらいなんだけど、こういうとこから脱走するのかな。まあでもなんかカップル YouTuber には悪いけど、ちゃんとまめに掃除するのが一番いい気がしてきたな。こういうさ、見えるかな、フィルタンが浮き出たら交換してねって、この可愛さって日本人ならではな気がする。これさ、無理じゃね？みんなどうやって掃除してんの？私は身長高い方だからできてるけどさ。暑い暑い、もうやってられっかよ。何なんだいこの動画、私も知らないよマスクでか。でもこういうイラストらしいイラスト描くのめっちゃ久しぶりなんだけど、だからちょっと感覚鈍っててまずいですよって思っちゃった。ちゃんと練習しなきゃね。雑誌のカットイラストとか描いてる人すごいな。てかプリズンブレイク見始めたってさっき話したじゃん。なんかさ、ちょっとネタバレしない程度に話すけど、タトゥーのシーンが出てくるのね。でもその時さ、いやそれ無理あるだろってめっちゃゲラゲラ笑っちゃったんだけどさ、この見方合ってんのかな。ゲラゲラ笑っていいドラマなんだろうか。私あれなんだよな、韓国ドラマは結構見るけど、アメリカのドラマって全然見たことないや。大草原の小さな家ぐらい。韓国ドラマって結構さ、笑うシーンって分かりやすかったけど、アメリカのドラマってなんか一生みんな真剣な顔してる気がして、笑っていいのかなって、なんだか難しい。今日のお昼ご飯うまかっちゃん。私これずっと気になってて、多分食べたことはないと思うんだけど、でももしかしたらうちの母親が九州、鹿児島生まれだから九州つながりで子供の頃食べたことあるかもしれない。そしたらさ、これ食べた瞬間にさ、その子供の頃の記憶とか蘇ったら面白いな九州の味ラーメンってあるの？食べたことあるかな。おばあちゃんちとかで一口すすった瞬間勝手に涙出てきたらどうしよう今はゆで卵を茹でている。もう私はこの世でね、一番嫌いなものはね、急ぐことですから。大変大変。もう夏だからさ、めっちゃ汗かくからさ、塩分補給のためにラーメンを食べることを許されたいのよ。うわー美味しそう。待って、てか私いつもさ、ラーメン食べに行くときなんでか分からんけど白い服着てんだよね。わーい。めっちゃ美味しいんだけど。いや、うまかっちゃん、うますぎた。びっくり。あずにも食べさせてあげなきゃ。いちご氷バー。やっぱね、夏だからラーメン食べてほてった体をね、冷やさなきゃいけないのよ。だからアイスは食べなきゃいけない。この人工的ないちごの味が最高だな。私会食恐怖症なんだけどさ、人とご飯を食べることに極度の不安と緊張を覚えるっていう。会食恐怖症になったきっかけってまあいろいろあるけどさ、一つは学生の頃にさ、学校でラーメン食ってたら、あんまり喋ったことないクラスメイトにさ、まずそうに食べるねって言われて、でなんかそっから私そんな美味しくなさそうに食べてるんだってなんか気になり始めちゃって。私ラーメン麺すすれないのよ。だから確かにすすれる人に比べたら美味しくはなさそうだろうなと思いつつ、当時はほんとショックで、それ以降結構
しんどくなってったけど、でもさ、今大人になってすごく思うのが、まずそんなことを言ってくるやつがやべえやつっていう話なんだよね。だからその時の自分に会えるとしたらさ、いやそいつがやべえやつだからマジで気にしなくていいよって言うだろうし、でもさ、なんかいつも思うのが、自分が傷つけられたように自分も誰かを傷つけてきたんだろうなって思うとすごい怖くなる。あと10個食べたい。やっぱ私デジタル苦手だ。私今は基本的に絵の具で絵描いてるけど、昔はもうずっとデジタルで描いてて、長くデジタルを続けてきたんだけど、一向にうまくならなかったのね、私は。だからもうだんだん私デジタル向いてないんだろうなって思ってアナログにシフトチェンジしたんだよね。下手なりに一生懸命描くけどね。明日マクドで作業しようかな。なんか絵の具の時はもう私マジで衣食住忘れて描き続けられるんだけど、デジタルだとあんまり集中力がないかも。でも最近マジ家のことめっちゃやっちゃってた。もう何ヶ月やってんの？断捨離を頑張ってるんだけどさ、本棚をねリンゴ箱にしようと思って数十年生きてきて、なんかさ、棚ってさ、僕は棚以外の何物でもありませんって感じがしてさ、使いにくくないかと思ってきて、重たいから模様替えもしにくいし、もう置くだけで圧迫感あるしさ、だからリンゴ箱にして、でその中に収まる分だけの本を持つようにしようと思って、リンゴ箱をメルカリで買ってさ、そのままだと木材の表面がささくれてて使えないから、せっせとさ手作業でヤスリがけしてたんだけど、ヤスリがけってめっちゃしんどいね。びっくり。いやキャンバス作ってるから分かってたけどさ、リンゴ箱の前面をやるのはだいぶしんどかったぞ。であと2箱あるから頑張らなきゃいけない。家で絵描いてるとさ、家の作業の続きが気になってきちゃうから、ちょっとマジで明日マクド行くわ。でも本棚問題が解決したらだいぶハッピーミニマルライフが始まる気がする。でもアズーがさ、本当に物に対して執着なくて、一応家のものを捨てるときは何でも確認してるんだけどさ、別にそれ黙って捨てられてても何とも思わないかもみたいな言われて、なんかだんだん心配になってきてさ、逆に何に執着するんだろうと思って、もしかして私を失っても特に何事もなく元気に過ごしていくのかなとか思った思う。昨日さ、めっちゃいい曲に出会って、いきなり東北産の服を着て恋したいって曲。でもあれだね、多分ちょっと前に TikTok で流行ったっぽい。 TikTok 見ないと流行りについていけないんだね今は。歌詞がめっちゃいいって思って調べたら聖子ちゃんだったから、さすがだなって思った。サビの歌詞がさ、もう重ための女の子で良すぎて、神様彼が私より可愛い子がいることに気づきませんようにっていう歌詞があってさ、よって思って。でもさその歌詞を見た瞬間に私が感じたことは懐かしいなだったの。そういう感情は懐かしいなって思ったわけ。数年前の自分がこの曲を聴いていたとしたら、私の今の気持ちみたいなったと思うんだけど、もうだんだん感覚が変わってきてるってことに気づいてしまった。これ今反射使って手描いてるだけだから。
いやだからさ、やっぱその時その時さ感じたことってマジで大事に生きていった方がいいね。だってさ、今の私が感じた懐かしいって気持ちだってさ、また数年経てば別の感情になっているわけでしょ。もはや懐かしいとかも感じなくなりそうだよね。だからね、一生懸命今をね楽しんで生きていかなきゃねてか私さ、一応ね活動する上で年齢非公開にしようかなって思ってて、全然なんか会った時に聞かれたら答えるけどさ、年を気にしてるとか全くそういうわけじゃなくて、もう逆になんか気にしなさすぎて、自分今何歳だっけって考えるぐらいにはなってきちゃったんだけど、なんで年齢非公開にしたいかっていうとさ、その方がフラットな関係で最初話せるかなって思って。話すっていうのはこの動画上で話すってことなんだけど私のね愛してやまない恋愛リアリティショーがあるんだけど、ラブトランジットっていうアマプラで見れる恋愛リアリティショーがあってさ、そのねシーズン1が私はもう大体大好きなのね、本当に。でそのラブトラって、男女が恋愛する番組なんだけどさ、最初に年齢と職業を伏せた状態で自己紹介するのよ。それがすごい面白くって、大体さ話してれば自分より年上かなとかそういうのは分かると思うんだけど、一旦そういうフラットな状態で会話するってめっちゃいいなと思って。てかさ、アナログ始めてからなんかめちゃくちゃ肘の黒ずみが加速してる気がしてさ、やっぱついてさ書くから。でもね、私小学生の頃から肘の黒ずみは気をつけてたのよ。めちゃモテ委員長読んで美意識高めてたからあとさ、首の横じわ、これさ絵描く人ってもう彫刻みたいにさくっきりなりがちじゃない？そんなことないかな。いや私もね、もうずっと子供の頃から絵描いてたから、うつむいて幼い頃からこの首の横じわくっきりあったんだよね。これもさ一応毎日クリームとか塗り込んでるけどどうしようもない。なんかマジでカン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 って彫ったんかってぐらい深いから絵を一生懸命描いてる証拠だと思ってもうしょうがないかなと思うけど、この首の横じわの施術っていうか美容医療ってめっちゃ痛いらしいよ。テレビで見た。もう痛すぎてハイになってる、アドレナリンが出てる状態じゃないともう怖くて打てないんだって。だから生放送後のハイになってる状態でその施術をしに行くって言ってた。いや痛いの無理だな、痛いの。そういえば最近さ、スマホの多分調子が悪いのか何なのか分かんないんだけど、通知が全然来なくなっちゃって、だからちょっとね困ってる。もしも急ぎのことがあったらメールでくださいここで言う話じゃないだろう。じゃあ今日はここまでです。ようやく夏バテから回復してきたので、この調子で LINE スタンプ完成させて、でどんどん次の制作に入っていこう。頑張ろう。じゃあ今日もありがとう。